ねえ、そこのあなた、ベッドで天井見上げながらなんで私だけこんな目にって被害者ずらしてませんか？耳が痛かったらそのまま聞きなさい。優しさよ。人生のピンチなんてね、神様のドグなプレゼントなの。光と闇はワンセット。ピンチは闇の部分。その闇が深ければ深いほど後の光がギラッと映えるのよ。私なんて子供の頃に原爆で町ごと吹き飛ばされてるんですから。仕事クビになった恋人に振られたぐらいで人生終わったとかちゃんちゃらおかしいのよ。まずね、なんで私だけが一番不幸になる呪文。世界には毎日戦争や飢餓や虐待で声も上げられずに死んでいく人たちがいる。その中でスマホでこの動画見られてるあなたはすでにかなり恵まれてる側なの。まずその現実を直視するところからよ。私だけじゃない、みんな何かしら抱えてる。ここを認めない限り一生不幸ごっこから抜け出せません。次にね、ピンチを物語に書くわけするの。病気でも失恋でもリストラでも私の人生の大難所のイベントかしらって冷静にラベリングする。私なんて貧乏、差別、いじめ、同性愛者ってだけで石を投げられ仕事も干されて、イベントだらけだけどね、全部ネタにした、歌にして芝居にして本にしてお金に変えた。苦労をそのまま苦労で終わらせる人とストーリーにして財産にする人、違いは発想だけです。あなたの不幸を放っといたらただのゴミでも、実がいたら宝石になる炭なの。問題はあなたが炭のまま愚痴を垂れ流すか火を入れてダイヤにするか。さあどっち？ピンチの時にやっちゃいけないのは3つ。人のせい、環境のせい、過去のせいにすること。これ全部中毒性のある麻薬みたいなもの。一瞬楽になるけど確実に人生を壊す。代わりにやることはたった2つ。内政、閉じ込み。コロナだ不景気だって騒いでる間にあなたは何を身につけましたか？語学でも筋トレでも資格でもいい。心の財産、技術の貯金をした人だけが次のチャンスをつかめるの。私が売れない頃、舞台がなくても声楽もお芝居も毎日鍛えてた。伝説になったヤクモータもあの暇で真っ暗な時期がなかったら生まれてません。ピンチの時間はね、お前ちょっと内側を磨けと宇宙から追い込まれてるだけよ。逃げないで磨きなさい。それからもう一つ大事なこと、なんとかなるとずうずうしく思い込むこと。お気楽ってバカにされるけどあれは立派な才能ですのよ。私なんか間違い明けの腹になっても生きてるんだからなんとかなるわねって思った。だって死んだら悩む暇もないんだから。生きてるだけで丸儲けどころか大バーゲンよ。最後にね、厳しいこと言うけど本音で言うわ。ピンチをチャンスに変えられない人の共通点は自分を主人公として引き受けてないってこと。いつも親のせい、社会のせい、箱のせい。いい加減その安っぽい脚本やめなさい。あなたの人生の作者はあなただけ。ピンチの数だけ物語は面白くなる。さあ立ち上がってこう言いなさい。よくもこんな試練を用意してくれたわね。全部まとめて私の武器にしてやるから見てなさいよって。被害者を卒業した瞬間からピンチはチャンスに変わり始めますのよ。さあ不幸ごっこはおしまい。こっからが本番よ。